皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。2つ前の動画第3章 3-11 でミカエリスメンテン式略して MM 式を一般化した交差反応の速度式を導きました。そして1つ前の動画第3章 3-12 では効率よく計算を行うために両方の式を無次元化しました。今回の動画では最後のまとめとして一般化した反応速度式の計算値を使い MM 式の計算誤差を明らかにします。MM 式は1式の通りです。ここで Vm は速度乗数 K2 と高素濃度 ET の積です。また初期条件は2式の通りです。これらの式中に含まれる変数及びパラメータの名称と単位を右表に示します。1、2式を無次元化すると3、4式のようになりましたね。これらの式はここに示す無次元変数と無次元パラメータからなります。一方、前の動画第3章 3-11 で導いた一般化した交差反応速度式は5式の通りです。初期条件は2式と同じです。5、6式を無次元化すると7式、8式となります。本式には新たに無次元パラメータ φ0 が含まれています。計算誤差の評価を容易にするため次のような3つの条件を設けました。比較条件1では一般的な交差反応の条件に注目します。我々が観察する交差反応では高素濃度 ET が基質濃度 ST よりも十分に小さいのが普通です。この時の反応条件は β0 イコール1、φ0 は1よりも十分に小さいようなものであり、比較条件1ではこのパラメータ値の領域で計算値を比較します。これは一般的に用いられる交差反応条件なので、もし MM 式の計算誤差が小さいならば本式の使用に問題がないことになります。なお Km は高素固有の乗数なのでその大きさを増やしたり減らしたりすることができません。その値のオーダーは ET よりも十分に大きなものです。比較条件2では高素濃度と基質濃度が同レベルの反応条件に注目します。今システムが一般的高素反応条件にあるとします。本条件では高素濃度が基質濃度よりも十分に小さくなっています。そこでMM 式を導出する際に用いる仮定の条件に近づけるため高素濃度を基質濃度のレベルまで大きくします。この時の反応条件は β0 イコール1、φ0 イコール1のようなものであり、比較条件2ではこのパラメータ値の領域で計算値を比較します。これは意図的に設定しなければならない条件であり、高素濃度が十分に大きく ET は Km と同じレベルになっています。比較条件3もまた高素濃度と基質濃度が同レベルの反応条件に注目します。ただし比較条件2と異なるのは高素濃度が基質濃度よりも十分に小さい一般的高素反応条件においてMM 式を導出する際に用いる仮定の条件に近づけるため基質濃度を高素濃度のレベルまで小さくする点です。この時の反応条件は β0 が1よりも十分に小さく φ0 イコール1のようなものであり、比較条件2ではこのパラメータ値の領域で計算値を比較します。これも意図的に設定しなければならない条件です。しかし
一般的酵素反応条件において酵素反応が進行し、基質濃度が十分に小さくなったとき、部分的に現れます。それでははじめに反応速度と基質濃度の関係から MM 式の計算誤差について調べます。3式と7式を使い、無次元パラメータの異なる条件下で無次元反応速度 π と無次元基質濃度 c の関係を計算しました。また、一般化した酵素反応速度式の無次元反応速度 πr を使い、MM 式による無次元反応速度 π の計算値の相対誤差の絶対値を求めました。計算結果を次の図に示します。ここでは β0 イコール1に固定しています。これは基質初濃度が Km と同じ状況です。φ0 は0から1の範囲で変えています。左の図は π と c の関係を示しています。φ0 イコール0の時の計算線は MM 式のもので、その他は一般化した速度式のものです。これより一般化した速度式における π の c に伴う増加は MM 式のものと同様に起こることがわかります。φ0 が0に近い時の計算線は比較条件1の場合になります。計算線は MM 式のものとほぼ同じですね。これより我々が通常行う酵素反応の条件では MM 式を用いることができることがわかります。φ0 の増加とともに計算線は MM 式の計算線から離れていきます。φ0 イコール1の計算線は比較条件2の場合になります。右の図は SAS の計算値から求めた誤差の絶対値デルタと C の関係をプロットしたものです。計算値は C が小さい時に大きく、C の増加とともに指数関数的に小さくなり、最終的に0に前近します。SAS の計算値から予測できるように、MM 式の計算誤差は φ0 が0に近い場合非常に小さく、φ0 が1の場合、原点付近で 50% 程度の大きな値になることがわかります。続いて、基質濃度と時間の関係から MM 式の計算誤差を調べます。3式と7式を初期条件の下で数値的に積分し、無次元基質濃度 C の時間変化を計算しました。また、一般化した酵素反応速度式による無次元基質濃度 CR を使い、MM 式による無次元基質濃度 C の計算値の相対誤差の絶対値を計算しました。その結果は次の通りです。SAS に示す C の時間変化において、比較条件1では、すなわち φ0 が0に近い場合には、一般化した反応速度式による計算線は MM 式のものに近くなっています。ここでは φ0 イコール 0.1 までの計算線しか示していませんが、実際の条件は φ0 が1よりも十分に小さいです。よって比較条件1では MM 式の使用に全く問題がないことがわかります。一方、比較条件2、すなわち φ0 イコール1の場合、両式による計算値の違いが明確です。これは渦の計算誤差の変化に大きく現れています。計算誤差は時間とともに増大します。比較条件1では、実際には φ0 が1よりも十分に小さいことを考えるならば、基質濃度の時間変化の計算においてもMM 式の使用に問題がないことがわかります。一方、比較条件2では、計算誤差がタウの増加とともに爆発的に増加しています。
これはこの条件において MM 式が大きな計算誤差を生じることを示しています。これより酵素濃度を基質濃度と同レベルまで増やした場合、MM 式の使用に問題があることがわかります。ただし、比較条件2では、基質濃度は酵素濃度と同レベルなので、酵素反応は瞬間的に終了します。このような条件で酵素反応を行うことはないので、この誤差は通常問題にはなりません。しかし、このような条件で酵素反応の特性を理論的に議論する場合、MM 式ではなく、一般化した反応速度式を用いる必要があることを明記してください。ずっと前に私が米国で研究していた時のボスが、生体内の酵素反応は MM 式に従わないと言っていたことを思い出します。その根拠は明確ではありませんでしたが、もしかしたら生体内での酵素反応の条件は比較条件2のようなものであり、ここでの計算結果はその理論的根拠であるのかもしれませんね。最後に比較条件3における計算誤差について述べます。ベータ0イコール 0.01 に固定し、φ0 を変えて計算を行ったところ、計算線はすべて MM 式のものとほぼ同じで、実質的に1本の曲線が得られました。これは β0 イコール 0.01 にすると3式、7式ともにほとんど一次反応の式となるため、φ0 を0から1の範囲で変えても計算線に違いが生じにくくなるからです。よって比較条件3では MM 式を問題なく使用することができます。以上をまとめると次のようになります。1、比較条件1、すなわち我々が通常利用する酵素反応の条件では MM 式は問題なく使用できる。2、比較条件2では MM 式による計算値は大きな誤差を持つ。しかし本条件は通常使うことがないので、この計算誤差を気にする必要はない。ただし酵素反応の性質を理論的に検討する場合、正しい計算値を用いる必要があるので、一般化された反応速度式を使用すべきである。3、比較条件3では両式ともに一次反応速度式になるので、計算値に違いがほとんど現れない。よって MM 式を使用できる。今回は3回にわたって酵素反応速度式について議論してきましたが、いかがでしたでしょうか。一般化した酵素反応速度式を導き、これを基準に MM 式の計算誤差を検討しました。ここでは無次元化技術の導入により実験データがないにもかかわらず、計算誤差の全体的な特徴を明らかにすることができましたね。このように無次元化技術はシステムの理論的評価を行う際に大きな武器になります。また、経験を多く積むことで、数式モデルを使わなくても目の前にある実験システムの量比を判断できるようになります。したがって、この技術を積極的に理解するように努めてください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。質問があれば遠慮なく尋ねてください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。